こんにちは。アニメ紳士です。今回は早々のフリーレン第23話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。混乱絶望やろ。実質も討伐やん。いきなりラスボス戦。レンケンのセリフがいちいちかっこつくのいいわ。フリーレンが試験官側みたいになってるじゃないか。やべえやん。勝てるやついんのかよ。逃げれるかは知らんが別に勝つ必要はない。電剣主人公だな。いちいち良いわ。レンケン見てるとやっぱ主人公が最強じゃダメよね。チャレンジャーじゃないと。フリーレンはめちゃ強いけど最強じゃないぞ。ミミックを取りに使えば捕らえれるんじゃね。俺も思ったがあいつらには思い至らないだろう。入る前にミミックになって引っかかるやつなんていないよな、はははとか言ってたもんな。ミミックを持ってくれば勝てるじゃん。意を割るよりミミックを用意しなさい。結構さっさと最新度まで来たな。難易度高すぎわらた。ラスボス級じゃねえか。電剣ここでリベンジするんか。フリーレンとフェルンと試験官のせいで難易度爆上がりやろ。あれ絶対本人より強いやつ。少なくともバカではない。コピーだと手心とかそういうのなさそうだもんな。ここまででフリーレンの底の試練強さを見せてきてからのこれだものな。速攻瓶はあるだろうな普通。フェルンの複製体作ってください。持ち帰りますから。色は自分で塗らないといけないぞ。自分の分身が知らないダンジョンで勝手にボスにされてた件。フリーレン試験難易度爆上げさせてんじゃねえよ。これもう反の嵐だろ。全員いるとなるとついていった試験官すごい嫌がらせするやん。ほんとそう。縦ロールは貴重。秘宝電剣さん、マボが三姉妹に増えるも末っ子が脱落してしまう。複製体粘土みたいな色視点だな。漫画だと水色だと思ってた。フリーレン組の複製って強すぎね。縦ロール笑った。戦闘シーンも序盤からいい出来だったわ。セリフなんかほとんど全部覚えてるくらい読んだのにくっそ面白いな。この監督フォント引きがうまいな。続きが気になる。コピーレンの演出最高だわ。これは絶望的。ラオフェンのコピーなんか色っぽかった。良いアニメーションなのは間違いない。コピー人形は本人の味も再現してるの。PV の戦闘シーン結構使ったな。これ以上期待してよいってことか。フリーレンコピーやべえ。レベル99の裏ボスだろマジで。ラストの絶望感えぐいな。演出と劇版いい仕事してる。フリーレンコピーの裏ボス感良いな。クソゲーすぎるダンジョン。コピーレンやばくね。本物は基本魔力を抑えてるのだろうけど、コピーの方は全開出してくる可能性が。そう本気出してくるから面白い。本気フリーレンの魔法が見れる。試験参加者フリーレンのせいで難易度が爆上がりするって、この試験欠陥試験じゃね。それとも前世の指標では一級魔法使いはフリーレン出し抜けるレベルじゃないとダメってことなん。ミミックを持ってきて置いとけばコピーレンは捕まえられるのでは。天才かな。ミミック使ってフリーレンの複製倒すのか。確かにそれなら伏線回収にもなるな。でもフリーレンの話ではミミックに食われてもその後内部から爆破するみたいだし、足止めにしかならないのでは。魔王討伐した大魔法使いが運転免許取る気分で参加してる上に試験官も一緒に突入してるので試験の難易度爆上がりしてます。クソゲー。戦闘シーンめっちゃ盛られてていいな。ラオフェンのアニメ映えここまでとはね。シャルフも花畑を出す魔法を使ってたし。電剣一家の作が入ることよ。ラオフェン動きが良すぎる。今回もラオフェンが可愛かった。アニメの制作に明らかにラオフェン過激派がいる。原作ではそこまで印象に残らなかったけど、二次試験のラオフェンは動きがつくと最高やな。一瞬だったけど今回のラオフェンの戦闘シーンめっちゃ良かったね。ラオフェンは派手なアクションの多いキャラなのでアニメ化の恩恵を存分に受けてると言えそうだな。ガーゴイル戦も複製体との戦いもラオフェンは高速移動を主体にした肉弾戦メインの戦いなんだな。
ビームも他の魔法使いがバリアで防ぐのに避けてたし、魔力が少ないから節約するため。コピーラーフェンの杖伸ばす魔法はもちろん本人も使えるんだろうな。高速で動いて肉弾戦できて、距離取ると杖伸ばしてきて普通に強い。ラオフェンがムチみたいな魔法で格闘寄りなの原作にないけど解釈合うな。メトーデが地味にヤバそうなのも良い。フリーレンよりラウフェンの方が動きかっこよくて草。ラオフェン原作読んでた時は印象薄かったけどアニメだと魅力あふれてていいね。ほんと制作が作品を愛してくれてるの伝わる。電剣とメトーデの有能感。メトーデさんのヤバさの氷山の一角が描かれてたのよかったな。後半異防御魔法足す攻撃魔法カウンターでも5丁抜きで、これでもまだ氷山の一角なんだよなこの人。前回手紙運んできた鳥も乱暴に扱ってたお姉さんキャラ。もっと粗暴で電剣の提案なんか一番最初に無視するタイプかと思ってたら、意外に素直だった。ダンジョン攻略といいガラゴイルといい、正統派ファンタジーみたいな雰囲気だったな。相変わらずラオフェンはフィジカルデリートで草。遠回しにフリーレンのことをディスるリヒターにも笑ったよ。そうかクロゼンゼもいるんだな。難敵だぜ。ろくにセリフもないまま、レンチョンが脱落してしまった。レンレタンは脱落したのでもらっていきますね。あの罠にはまった幼女助けるゴーレムがなんかかっこよかった。ゴーレムのプリケツがセクシーだった。レブリのコメントでも言われてたけど、ゴーレム強すぎて、こいつで大体なんとかなるんじゃないかって。エーレが高速魔法でやられた時、てっきり犯人は魔法コピーしたユーベルかと思った。それ、大体の人が見てて思ったのでは。参加者を直接潰しに来たとかね、メリットないんだけど。エーレだけ敵魔法使い3人と特定してたし、マジで総合だと3人で一番強いのかもしれんな。フェルンがすごいから下に見られがちだけど、一応魔法学校の首席卒業生。ラリカンコンビが一番ヤバそうだな。戦力的にも不安だし、水ないから得意の魔法は使えないし、一次試験で湖凍らせたから他チームの恨み買ってそうだし。水場がなさそうなこと考えると、カンナは自ら電剣たちに助けを求めるべきだったのでは。強奪組嫌われる。しゃあない。カンネとラビーネがリヒターと組めるわけねえわ。俺は一人で行くって、死亡フラグビンビンで入っていったやつはどうなったんだ。消し済みになった。つーかやっぱこの回見てもはっきりわかるけど、電剣って人間の中ではくっそ優秀なんだよな全てが。みんなで電剣の言う通りにしてれば、だいぶ攻略楽だったかもな。とはいえ大人数だけに一度亀裂が入ったら、チームとして成立しないというフリーレンの割り切りもまた事実。電剣、わしに任せろ。ヒンメルのコスプレをすれば、フリーレンは襲ってこないはずじゃ。神が。晩年のヒンメルならなんとか。ミミックに食われてたところのフリーレンの尻盛りすぎだろ。フェルンの尻かと思った。引いてもダメなら押してみな。しょっちゅう尻で喋るフリーレン。フリーレンは面倒主太郎だった。ミミックで、フリーレンは 1% の確率にかけているんだな。1000年も生きてりゃ 1% を実際に引くこともなるだろうしな。フリーレンがとっとと迷宮に入っちゃったのは、協力云々で成功率上げようとか全然考えてなくて、単に迷宮攻略を楽しみたいからだな。階段手前で引き返すのはドラクエあるあるだな。というか、全部探索してから下に降りなきゃ。下の階で上の階の何か持ってこなきゃ扉が開かないとかあったら、また戻らなきゃいけないし、基本は全部探索しなきゃ。ヒンメルにオープンワールド RPG やらせたら、1000時間以上クリアしなさそう。サブクエは全部やるし、ダンジョンも全部制覇する。基本ですね。マップ全部埋めてから次の階層に行くのは、解釈一致。面白すぎて草。危険編微妙とか噂あったけど普通に面白いな。これ面白すぎるんだけど。原作知ってるのにめちゃくちゃ面白いわ。本物のフリーレンはミミックに食われて滑稽だったのに、複製体の絶望感よ。ミミックからコピーフリーレンまで完璧な演出だったな。アトメトーデさんのヤバさが描かれてて嬉しい。フリーレン様って日頃から魔力隠蔽とかやってるけど、どこまでコピーできてるんだろう。やっぱここの絶望感すげえよな。主人公であるフリーレンが
敵むき出しで襲いかかってきたらどうなるのかがよくわかる。終わらないでくれ。一生放送していてくれフリーレン様。絶望しかない。フリーレンが敵として出てくるの。絶望しかない。しかも複製のフリーレンとフェルンには対人戦で基礎魔法しか使わないという縛りがない。絶望しかない。でも複製だから能力は劣化してると思いた。予告で完璧な複製って言ってる。魔法の探求から語られるフェルンのバックストーリー。一人前の先にある世界を知った彼女に何をもたらされるのだろう。そして徒党を組んだ錬金以降の困難。フリーレンが石器レッドを拒んだのは、お宝のようなダンジョンそのものを知り尽くした結果から来るものなのか。うおー、原作読み込んでセリフすら暗記してるのに、ラストシーンの複製対フリーレンの登場では全身の毛が逆だったぜ。あとラウフェンがむっちゃ強くて素敵。メトーデ女子も容赦なくて好き。ゼンゼの不可能を可能にするのが一級魔法使いというサトシがフリーレンの残り 1% を見破る大切さと相まってるのが良い。また失敗しても成功を得る転させる忍耐さがミミックへの対処で如実に感じる。難攻不落な迷宮の攻略ターンが非常に楽しみ。引き出し H すぎて震えたね。超面白い。二等波ダンジョンの攻略を課すゼンゼさんはあれなんだけど、電剣 PT の戦闘パートは見応え抜群だったし、コピー連が立ちふさがるあの絶望感といったらね、その中でも楽しんでダンジョン攻略を進めるフリーレンたちの姿には和みますね。バトル無理無理で最高です。ラオフェンは格闘タイプだった。魔法使い同士の戦いは本人たちはあまり動かないので、あのスタイルはアニメ映えする。シャルフが原作では花束持ち込んでてシュールだなと思っていたけど、花畑を出す魔法を使ってて相変わらず細かな改変に感動。ミミックに食べられてるフリーレンが超可愛かった。エーレが拘束された時ユーベルの仕業かと思わせてからの自分たちの複製体っていうのがうまいなと思う。フリーレンの複製体とか普通に考えたら無理ゲーよなって改めて思った。ダンジョンを楽しみ冒険を楽しんだヒンメルの考えがミミックと戯れガラクタを集めるフリーレンに受け継がれていて、さらにそれがフェルンに受け継がれるという構図にグッとくる。そして絶望感しかない。フリーレンの複製体 VS 電剣の引きも熱いです。1% の確率回。第2次試験内容はダンジョン攻略。ミミックのような罠に引っかかるバカはこの中にいた。1000年以上生きてる東大切手の大魔法使い、早々のフリーレン。その人だった。縦巻きロールのフリーレン様。こっちの方が似合ってるから、もう助けないでええぞフェルン。原作読んでないけど言い当ててよい。ネタバレしちゃう。もしかして勇者ヒンメルって異世界転生者なのでは。しかも転生前は重度のゲーマー。ダンジョンは一つの階層を全て踏破してから進むものだ。冒険者の常識だぞ。これはうちらオタクの常識だよね。いくら効率的に思えても人は気に入るか否かで判断するもの。電剣の人柄が分かった今だとその結果に物悲しさを感じてしまうな。今回の話はダンジョンの魅力が豊富で見ててワクワクした。電剣たちが共同踏破するか次回が楽しみ。特に戦闘シーンがマリマリで楽しかったな。シャルフは原作だと花束出してから花びらを鋼鉄に変える魔法を出してたんだけど、アニメの花畑を出す魔法、鋼鉄に変える魔法はアニメ映えするダイナミックさで了解編だったと思う。基地の魔法を再登場させるのもうまい。応援しようと思ったちびっこは脱落か。脱出用ゴーレムすごいアイテムだけど、これお高いんじゃ。期待に応えミミックとじゃれ合うフリーレンと世話を焼きつつ嬉しそうなフェルンにほっこり。アントの複製体のおかげで他の参加者たちが大ピンチだよ。ダンジョンで使うマッパーの魔法、迷宮をマッピングする魔法がどういう魔法なのか視覚的にアニメで表現しているのはすごいな。 RPG 好きとして感動的だ。しかもオートマッピング魔法、便利魔法すぎてフォーチュンクエストのパステルの役割がなくなっちゃうよ。ミミックに食されたり縦ロールになったりと
ポンコツぶりを見せる一方、複製体なのに彼女の圧倒的強者感を表現する演出がお見事。電検の試験でなかったら、塔に瓶を割っておるというセリフ回しも秀逸です。二次試験迷宮攻略、恐るべき仕掛けにワクワクとハラハラの開幕。他方、苦難多き人生も、ドーハ難しい迷宮と同じか、それでも楽しんで探索し、その中で善行や発見を得られたら、それはなんと幸せなことだろう。試験とともに人生観も語られる奥深さに、本作の魅力を見る。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。